前回ですね、汎用のヤシャ姫第37話、ゼロの思いのゼロ関連のところだけ話させてもらいましたので、それ以外の気になった判明した部分を今回は触れていこうかなと思います。まず一つ目、気になるところといえばやっぱりここではないでしょうか。邪剣が時代樹に入れてもらえなかったというところね。これさ、最初ただのギャグシーンに見えたんだけど、こんなにボロボロになるまでこの時代樹の中にいるリンの安否を確認しようとしていたんだよね。だからこれがただのその時代樹の意地悪だったっていうだけにしてはちょっとその心に来るシーンだったかなというところでございます。はい。次にこちら、10年前の火事で幼い頃のトワとセツナに木が倒れ込んできて危ないって言ってトワを押しのけたんですが、代わりにセツナが下敷きになってしまうっていうこの瞬間に、セツナの目の中に仕込まれた虹色真珠が光り、この虹色真珠が助けてくれたのかなっていう、感じのシーンなんだけど、このシーンから前に僕が動画で、トワが現代に飛んでしまったのは、時代樹の精霊のね、策略なのかなっていう風な話をしたんだけど、このセツナの剣を見てみますと、この火事から逃がすために、この虹色真珠が勝手に近くにあった時代樹の力を使って、トワを現代に送った事故にもね、見えるのかなという風に感じました。あと、この声は聞こえるが、セツナの姿が見つからないといった場面に、そもそもちゃんとした理由があって、それが今回のこの回で判明したこと自体がね、なかなかその思わぬサプライズ情報だったのかなという。次に、虹色真珠ってそもそも何だったんだろうっていう話なんだけど、一応なんか7つ揃えますと、末法麻酔が起きてしまうかもっていう話があったり、持つものに強い揚力を与える。あと、記憶をね、保存できるっていうものがあったんですが、最終的にはゼロがそれを取り込み、揚力を取り戻していたんだけど、あれがその7つ揃えたことで得れる力、最終的な力なんですかね。けど、リクに剣で刺され、ゼロが光になってしまったことで、いや、その前にそのセツナにエニシを切られた時点で虹色真珠も砕けていたんですけど、あれでその虹色真珠自体はもうなくなってしまったんですかね。あとちょっと今思ったのが、もしかしてまだ他にもさっき言ったような世界を破滅に導く力が虹色真珠にもあったんだけど、それを取り込んだゼロが死ぬことで虹色真珠を消滅させたかった。さながらその思考の玉を消滅させようとしていた清さんのようにという意味があったから、その37話の最後でゼロは自らの死を選んだのかなっていう風にも見えたりするかもね。これはね、その死んで消えていたらという話だけどね。次にそのリオンの死の真相が、ついに判明したよっていう話なんだけど、これまでの話を合わせていきますと、600年前キリン丸に連れられて世界中を周り強者との戦いをね、見せられていたわけなんですが、そんな中、サカサという汎用に隙を突かれ、リオンが捕まってしまいましたよと。で、それをキリン丸が助けようとするも、リオンさん、殺されてしまいましたよと。だからキリン丸っていうのは汎用を憎んでいるんだっていう話が600年前にあったわけなんですけど、ちょっと話戻りまして、キリン丸が犬の大将と戦い、角と右腕を切り落とされるも、娘リオンが見ていたから命までは奪われなかったよと。そして犬の大将から戦場に子供なんて連れてくるなっていう風にね、言われていたんだけど、これも600年前なんですよね。約600年前っていうことだと思うから若干のズレはあると思うんですけど、でもここの話まとめていくと、犬の大将に負けた後、子供を戦場に連れてくるなっていうね、助言を受けたのにそれを無視し、連れ回した結果、もうこの直後に、リオンを殺されてしまった。これにより犬の大将の言っていたことが正しかったんだっていう風に、自分の考えをキリン丸は改めて、その1の章の登場時のような、誠実さのあるような、キリン丸になったのかなっていう話。というのも、これまたキリン丸まとめ動画とかやろうと思ってるんですが、600年前のキリン丸と、ヤシャ姫初登場時のキリン丸、そしてそのリオンが目覚めた後のキリン丸って、だいぶ考え方とか行動力が変わってくるのかなという風に思うんですよ。その中でも、優しいキリン丸、1の章の初期で、まだまだ力不足であるヤシャ姫たちを襲わないでいたり、200年前に傷ついた犬の大将を襲うでもなく、薬草を届けさせていたっていう行動。これはその元々戦いには崇高さをね、持っていただけなのかもしれないんですけど、もしかしたらこのリオンの死により、考え方が変わった部分もあるのかなと思ったんですが、しかし最新話37話の最後に見た最新版のキリン丸は、モロハから黒真珠を奪い、犬夜叉カゴメを人質にして、悪霊を連れてこいと。おおよそ正々堂々とはね、程遠い行動をとっているんですよ。これもそのリオンが目覚めてからは、本当なりふり構わず、戦う者としての矜持を捨てた存在に、なってしまったのかなっていう感じだよね。そして次はこちら、ついに救われたリンを抱きかかえる殺生丸様っていうね、もうこの二人がさ、絵になりすぎて、もうすぐね、サムネにしてしまいますっていうね、裏話は置いといて、リンが目が覚めて、良かったねっていう話なんだけど、問題はですね、この目覚めたリンが言った第一声、皆様覚えていますか？そう、子供たち、ゼロ様を救ってくれましたっていうね、もう、おバカ。はい。おバカだよ。ほんとね、あと一瞬遅かったら銀鱗に包まれ、命を落とすとこだったんですよね。もうなのにさ、
まあ確かにそのゼロさん救われたよ。あといろいろね、悲しみとか苦しみがあったんですけど、ね。はい。まあこれにはですね、邪剣様も大号泣しておりましたよっていうね、話と、あとここ見てほしいんですが、殺生丸様の目がね、真っ黒じゃん。となると、先行カットというか PV にあった殺生丸様も、別に目に何かされたとかではなく、そういう絵の表現なのかなっていうね、ちょっとした小話ですけど、思いました。そして最後はこちら、時の風車が再び少しね、ちょっと動いたのと、アクルのことをモロハもね、認識することができていたよと。竹千代はね、見ることができなかったことと、そしてキリン丸の言った言葉から、犬の大将、犬の一族にだけ、姿が見えるようですね。となると、前の動画でも話しました24話と29話で、邪剣様がアクルを認識していたってことは、邪剣様もその犬の一族として数えられるっていうか、認められているのか、それともですね、キリン丸がアクルの持つ風車の音を頼りに、追いかけていたんで、それと同じように風車の音をこの悪天候の中、邪剣様は聞き取っていたのかなっていうふうにも考えられるから、まだですね、その邪剣様が見ることができたかどうかっていう真相は、謎ですかね。はい。こんなところで今回はヤシャ姫37話で前回話したとこ以外で気になった部分だったんだけど、ゼロの話以外でもね、こんなにも話ができるぐらい37話は内容が詰まっており、今年最後にふさわしい回だったんではないかなと思いました。それではご視聴ありがとうございました。